はい、皆さんこんにちは。今日はですね、換気扇関係やっていきたいと思うんですが、これ先日ね、このガラリの外側にこのプラスチックのカバーを作って、水が中に入りにくいようにしたんですけども、一応効果を発揮しておりまして、これをつけてから水が中に入ることはなくなったと思います。多分ね、知らんけど。これが水が入りにくくなったということで、今度はね、中の方やっていきたいと思います。中の方にやってきました。中側はね、こうやってこのキッチンフードがついてるんですけども、ここからね、ダクトを通って排気口にガラリのところにつながってるんですけど、この辺からね、横殴りの雨で、しかも風で向こうからね押されると、この中に水がね持ってきてたんですよ。雨漏りがねしてたんですね。であれをつけてから、逆流することがとりあえずなくなったと思うのでね、あれからそんなに強い風と雨がまだ降ってないので、正確には分かんないんですが、もう欠点の部分をねなんとかあれで修正したので、入ってもそんなに入らないだろうということで、今度はこっちをやっていくんですが、これね、ちょっとフィルターも一応つけときましょうね。はい、この状態でね、ファンを回すとこんな感じで、めちゃめちゃうるさいでしょ。これ今ワイヤレスマイクの方で喋ってるんですけど、これカメラ本体のマイク使うとね、もう聞こえないぐらいにいつも換気扇の音がすごくて、皆さんにねお届けしてる動画の中でもですね、この換気扇回ったところで喋ってるシーンなんかはかなりね強力にノイズリダクションかけて使ってるんですけども、そのおかげでね、声の方が歪んじゃったり、ちょっと聞き取りづらかったりね、結構ひどいことになってるんで、その辺はなんとかしたいなと。その動画だけではなくてですね、キャンピングカーの中での生活の質をせっかく向上してるのにね、こんな換気扇がうるさかったらね、話にならないと思うんで、今回この換気扇の音を少しでもね、改善していきたいなと思ってるんですよ。もう真下だと82デシベル。もうめちゃめちゃやかましいでしょ。82デシとか83デシとか言ってますよね。これってどうなんかな、どういう音に例えればいいんでしょうか。これね、82デシベルとか83デシベルというのは、地下鉄の電車の車内とかパチンコ屋さんやゲームセンターの中などの相当騒がしい場所に匹敵するやかましさだそうです。そしたらファンを中に落としてみますね。中で78デシベルぐらいですね。そしたら弱にしてみます。弱で73デシベルぐらい、5デシベルずつぐらい下がるっていうことですね。そして中なんですけども、これね、このちっちゃい薄い白っこファンが2つついてるんですが、これがねどうもべったりこのボディについちゃってるのが問題なんじゃないかなと思っております。でこのファンをね、今回は全部取り外しちゃって、このダクトの途中にねファンを入れようかなと思ってね検討してるんですよ。キッチンのフードがついてる真上です。これ蓋開けると
こんな感じでここからこっちへ外へねつながってるんですけども、この辺をねちょっと切って換気扇を収めたいなと思ってるんですけどね。入るかな。もうちょっとやっていきましょうか。はい、とりあえず外れました。そしたらね、ちょっとこれこの辺のね、何やら変なことに気づいてしまいました。なんとこのファン4000式でございますわ。めんどくせえな。スイッチの部分とかこれねそのまま使おうかなと思ってたんですけど、まあちょっととりあえずバラしてみますか。まあ白っこファンはネジがここにあるけど、後のネジがね全部これほら内側からなんですよね。とりあえずこの白っこ外してみましょうか。はい、白っこ抜けましたね。52ボルト2アンペア、結構すごいね。でこれどういう配線になってるんでしょうね。線4本ということはどれかがまあおそらくこれがアースで強中弱とかなってるんじゃないかな。12ボルトマイナスプラスこれとこれが電源で、あとこっちコントロール線ってことですか。難儀な回路になってますな。まあこっちの回路をね見てみましょう。これ白っこ3つ刺さるようになってんのすごいね。さてこれをほんまにバラしていかなあかんねんけど、どうバラしようかな。困ったもんですね。こういうところに IPA とかなんか言うんでしょうね。取れました。曲がってないね。大丈夫やね。お兄さんみたいに丁寧にはできないので。でこれが LED プラスマイナス。回路がどうなってるのかね見てみましょう。これが電源でここに信号やね。なんか容器つくようになってますねこれね。なるほど。こっち側がプラスでマイナスで、この信号線が一体
どういう電圧を出してるのかちょっと見てみよう。何も出てない。マイナス。これで9ボルト。6ボルト。これは何やそしたら。4本線やけど、3本線ですね。これがアースで、ここが電源章。で、これが、信号線。じゃあ、こっち側。一番こっち側。これ。9ボルトでマックス。3本線と同じってことやね。こっち側何も通ってないの。抵抗もついてないもんな。なるほど。この白っこファン外したら4000だったんで、アースと強中弱とかでなってんのかなと思ったら違いました。このね、赤と黒が電源。そして、青。これが信号線。これが速さコントロールする線ですね。それで黄色は何もつながってない状態でございます。でね、これを、この2000式のファンに、これをね、ダクトの間に入れようと思ってるんですが、2000式の線に変換するのは、ちょっと回路組まないといけないので、結構めんどくさいなということで、これの電源スイッチだけね、オンオフこれでできるようにして、そこから、これね、ファンの速度をコントロールするユニットです。もうこれをどっかこのパネルに取り付けて無段階調節ね、こういうゆっくりから来るのでね、これでコントロールできるので、まあいちいちこうボタンでね3段階にするよりも、このボリュームで上げ下げした方が、まあ使い勝手もいいんじゃないかなということで、このユニットをここに組み込んで、電源はここから取ってね、スイッチパネルはそのまま使えるようにして、こっちのスイッチパネルの速さコントロールは効かないんですけど、これで電源入れたらこれが入ると。そしたらこれね、もういつも使う速さで固定しといたら、もうオンオフはこっちのパネルでできるんで、もうそんなんでいいんじゃないかなと思いました。そうしたら、これも結構うるさいっすよね。
こっちの方がうるさかったりして。弱で70デシベル。あんま変わらんか。でもまあ、これはないね、中に収まるんで、で、これが全部戸棚の中に入っちゃうんでね。表に出てくるのはここだけなんで、どうでしょうね。これぐらいならだいぶ静かですよね。こっちのサイトがくっついちゃうな。これをなんとか入れようと思ったんですが、ちょっと大きすぎるのもあって、まあ無理やり入れたら入らんこともないんでしょうけどね。風量はね、結構強くていいんですけども、この白ご飯2つついて、まあ使ってた時も、ハイパワーで使ったことないんですよね。いつも一番弱いのにして使ってた。まあうるさいのもあったんでね。それで、これね、結構うるさかったじゃないですか。こっち風が出てくる。吸い込み側でね、こんな感じですわ。82、3デシベル。で、あんまりね、こっちの白ご飯とレベルが変わらない。数デシベル下がるだけなんで、あんまり効果がないのかなと思って、で、これをちょっと買ってみました。ちっこいやつね。これだったらちょうど収めやすいし、まあ普段ハイパワーで使ってなかったんで、これでも十分いけるんじゃないかなと思ってですね。これでハイパワーなんですね、一番。で、こう、ダクトをつけても、こんな感じ。20デシベルぐらい低いんですよ。だからとりあえず、これをつけて、まあ、風量にちょっと物足りなさがあるようであれば、もうこっちよの大きい方をね、なんとか音しない、音があんまり伝わらないような方法でね、取り付けてみたらどうかなと思って、こっちでとりあえず試してみたいと思います。ちょっとね、この大きいファン、これどっちが入ってたの？こうが入ってる。これで今、この状態でね、だいぶ静かですよね。10デシぐらい静か。ちょっと風の吸い込み口がこっち向くからもっとやかましくなると思うんですけど、この戸棚の中やと、こんな感じ。前のファンとあんまり変わらん感じですね。ちょっ
これ入らんか？入るはずなんですけどね。だいぶちゃいますよね。もうこの中で測っても、すでに10何デシベル低いもんね。これにして、ここの口のところに、もろに持ってきて、60デシベル台ですもんね。これやったらだいぶ静かじゃないですか。はい。小さい方のファンね。だったらこうやって収まるんで、収めてみました。これでちょっとね、電源入れてみましょう。こんな感じ。で、ここの下の木の穴はね、もうちょっと大きくするんですけど、これで下からどれぐらいなるかですよね。これで70デシぐらい。で、まあ、この下にフィルターがついたりとかね、まあ、するんで、だいぶ静かになりますね。これだったら今ちょっと半分かけてる状態なんで、前を開けてたところにね、ここを切ったらいい感じだと思うんですよ。ここをもう一回切りましょう。そんなら、うまいこと収まるはずなんでね。マルチツールでカットしていきます。養生を外しましょう。もうだいぶホコリがね、乗ってるんでね。このホコリを閉じ込めて、外に出しましょう。こういう感じでね、ここ今、チューブラリンの状態ね。これをね、隙間をクッション材で埋めようかと思ってるんですよ。そして響かないようにして、下から見たらこんな感じね。だいぶ静かじゃない？これさっきとね、同じぐらいの距離で行くとこれぐらい。この状態で15デシ低いもんね。ジャックとかにしたら60デシベルぐらいになりますよね。だいぶ静かかも。なかなかいい感じじゃない？はい、今ね、ちょっと取れてなかった。ここ切りました。レンジフードの、この、後ろの穴ね、ちょっと広げて、棚の下の穴の大きさに合うようにしました。ちょっとバリ取っときましょう。50ミリで25ミリ、この辺に7ミリの穴開けていきます。走る？これガラス？ガラスかもね。ガラスじゃ開けるのは難しいな。じゃあしょうがない。62ミリ。この辺。よし、ちょっと穴開けていきましょう。これね、ここ今穴開けて、ボリュームのところを刺して、これ調光基板ね、つけました。そしたらこれ照明もね、戻しときたいと思います。そしたらこれコネクターつけた方がええんかな？コネクターがなんかええのがあるかな？こいつ。これやな。こっちの端っこがマイナスで、
内側がプラスですね。はい。そしたら、これがこうやから、まあ、とりあえず、そしたらこれを戻していくんやけど、先にこっちを、よいしょ。そういう時はこれが役に立つ。曲がるドライバーがあってよかった。この曲がるドライバーでやったらこれがいけるんかな？これでいけるかな？これで照明ちょっと見てみよう。OK。ついたね。この辺防振しましょうか。防振。ファンの音が響かんように。これゴム貼るだけでだいぶ変わると思うんですよね。この後ろね。これでどうや。この縁もね、ちょっとこのリベットの分段差がどうせあるんで、ここゴム貼りました。で裏もゴム貼ってね。でこの中の鉄板、これもちょうどファンの音が当たるとこなんでゴム貼りました。これでだいぶ静かになるんちゃうかな。そしてこれつまむ。さあこれでどんな感じかな。そしたらクッション材周りに貼りましょう。これ線をこっちに出しとかなあかん。はい、ここ線通してね、こんな感じになりました。ということで、よいしょ。はい、入りました。これ下から見たら、こんな感じね。電源の線をまず通して、はい、そしてファンの電源はここね。はい。元の位置。つきました。そしたら、これファンね。ファンの線。こっち？こっちか。
これで電源上つなぎます。いきます。で、これが最大65、6、7、8、それぐらいですね。15デシベルぐらい下がったっていうとこかな。これをつけてみよう。上の蓋も閉めてみよう、これね。だいぶ静かになった。これで数量が足りるかどうかやね。はい。外はこんな感じ。だいぶ出てますね。この辺。もうこの辺まで風を感じますね。涼しい。中冷房入ってるからね。これでちょっと様子見ましょうかね。はい。そしてね、これでまあ一応オフタイマー何分 ?1 分これね。これ点滅してるときオフタイマーなんですよ。ね。これオフタイマーそのまま使えるし、で、オンオフもね、ここでできるんで、この強弱だけがね、ここで今回できなくなって、これになりました。そして照明ね。照明はこれそのまま使えます。はい、完成です。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はサブチャンネルにアップしています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。